今日は文房具初心者におすすめの超定番シャーペンベスト10ということでやっていこうと思います。文房具初心者っていうとちょっとね聞こえが良くないと思うんですけれども、いわゆる文房具にハマったばっかりの方に向けた動画となります。自分も中3の時そういう時期がありまして、もうこの動画をね中3だった時の自分に見せてあげたい、そんな動画になるんじゃないかなと思います。1万円とか高すぎるペンは入れておりません。学生さんがお小遣いで買える金額で、でもしっかりと文房具の沼に引きずり込んでくれる超定番のシャーペンを10本セレクトしました。今回はランキング形式で紹介していこうかなと思います。あくまでも現時点の僕の心の中でのランキングなので参考程度に見ていただけると嬉しいです。文房具を購入するときは Amazon が安く買えておすすめです。なので今回登場するペンの Amazon リンク動画説明欄に貼っておきますね。それでは早速やっていきましょう。第10位ステッドラーの92525と92535でございます。ステッドラーはドイツの筆記具メーカーでございます。そんなステッドラーの展開する最高級モデルの製図用シャーペンとなっております。92525と92535なんですけれども、色が違うというふうに思っていただければ OK です。シルバーなのが92525で、ナイトブルーが92535ですね。どちらも構造はほとんど同じで、パーツはそれぞれ互換性があります。定価1320円なんですけれども、Amazon だと991円で売ってました。ちなみに92535にはオールブラックのモデルもあります。そちらは1650円となってますね。こちらのペンのおすすめポイントとしては、なんといっても万能なシャーペンというところですね。さすがドイツのメーカーということで、デザインもねすごくいいですし、書き心地もすごくいいし、それでいて書きやすさもしっかりとあるんですよね。もう1000円で買えるとは思えないこの総合力の高さからランクインしました。こちらのペンはフルメタルボディとなっておりまして、ボディにはアルミが使われているんですよね。そういうこともあってかなり安定感が抜群でございます。先端には 4mm のガイドパイプが搭載されているので、ペンの安定感と相まって書きたいところにピンポイントで文字を書けるって言いますか、心なしか文字が綺麗に書ける気がするんですよね。ノートまとめとかにも最適ですし、紙1枚で殴り書きしてる時のこのコツコツ感もまた最高なんですよね。プラスチックのボディと比べるとややずっしりとしているので、めちゃくちゃ書きやすいペンを求める方には少し不向きかなと思います。いい意味で尖ってなくてオールマイティに使えるペンだと思っていただければと思います。他にもこんな感じで限定色がたびたび登場しているので、非常にコレクション性の高いペンでもあるんですよね。なので集めても楽しい、そんなシャーペンなんじゃないかなと思います。初心者におすすめのシャーペン第9位はパーカーのジョッターコアラインでございます。こちらはお値段が2200円となっております。パーカーはイギリスの英国王室御用達のブランドでございます。そんなブランドにはジョッターというシリーズがあって、ボールペンがかなり有名なんですよね。ジョッターというボールペンは1954年に発売したんですけれども、この大容量のリフィルを世界で初めて搭載したり、ノックをするごとにリフィルが4分の1回転するといったギミックを採用したりするなど、ボールペン業界に革命を起こした歴史的な一本なんですよね。世界で最もアイコニックな一本とも知られるこちらのボールペンなんですけれども、実はシャーペンもラインナップされております。でこちらのペンのおすすめポイントなんですけれども、とにかくデザイン性が高くて書きやすいというところです。この特徴的な矢羽クリップに流線形のかなり美しいフォルム、本当にこのデザインって誰が見ても美しいなと思うと思うんですよね。こちらのジョッターのシャーペンは一般的なシャーペンと比べるとショートボディになってまして、取り回しがかなり良好です。なので非常にスラスラと筆記できるんですよね。そういう自分も高校3年生の受験勉強をしている時に、今は廃盤になってしまったこちらのジョッタースペシャルっていうプラスチックのグリップのモデルを使っておりました。それほどジョッターには思い入れがあってすごい信頼しているんですよね。でこちらのジョッターコアラインはグリップが金属でできているので、少し重たくなってしまってるんですけれども、でもそれでも依然として書きやすいですし、書き心地も良くなっているのでかなりおすすめです。パーカーのジョッターってよくお店でボールペンはすごい売られているんですけれども、ペンシルってあんまり売られているところ見たことがないんですよね。なのでペンシル買いたいっていう方は Amazon で購入するのがおすすめです。初心者におすすめなシャーペン第8位はロットリング500 1320円
ロットリング600、3300円でございます。ロットリングはドイツの製造品メーカーでございます。そんなロットリングは僕デザインがねすごい好きなんですよね。非常に筋肉質で男心がくすぐられるペンを数多く出してるんですけれども、そんなロットリングは数字シリーズっていうのが有名です。ロットリング300、500、600、800、800プラスっていうのがラインナップされているんですけれども、僕のおすすめとしてはロットリング500と600ですね。この数字シリーズの比較動画は以前作ったので、詳しく知りたい方はそちらの動画をご覧ください。ロットリング500と600の違いについてちょっとだけ紹介していくと、ロットリング500はプラスチックのボディに金属のローレットグリップが付けられております。なので先端が重たい構造になっていて低重心になってるんですよね。それに対してロットリング600はボディからグリップまで全て金属が使われているので、めちゃくちゃずっしりとしてかなり堅牢な作りになっているんですよね。そういうところでデザインはすごく似てるんだけど、実際に握ってみると大きく違いがわかるペンとなっております。で、これらのペンのおすすめポイントについて紹介していこうと思います。まずロットリング500についてなんですけれども、とにかくねかっこよくて書きやすいということで、勉強に向いてるモデルなんじゃないかなと思います。ロットリングのペンって先端の口金がちょっと短いので、最初の方は握るのにコツがいるんですけれども、慣れれば全然使っていけると思いますし、でこれだけかっこよくて1000円台で購入できるということで、かなり勉強のモチベーションを上げてくれるシャーペンなんじゃないかなと思います。ロットリング600のおすすめポイントとしては、とにかく剛性感が半端ないので、書き心地がマジで最高なんですよね。結構僕は書いてる時のコツコツ感っていうのがすごい好きで、書き心地を非常に重要視する人間なんですよね。そんな僕でもかなりこのペンは満足できるペンというか、自分が持ってるシャーペンの中でもトップクラスで書き心地が優れているんじゃないかなと考えております。早く書きたいとか実用性の高いペンが欲しいっていう方はロットリング500がおすすめで、書く楽しさとか勉強のモチベーションを上げたいと考えている方はロットリング600がおすすめです。初心者におすすめのシャーペン第7位はペンテルのオレンズネロでございます。税込み3300円ですね。ペンテルの技術を集約させたフラッグシップシャーペンオレンズネロ。オレンズネロは自動芯出し機構が搭載された非常に面白いシャーペンでございます。自動芯出し機構って何なのかというと、一度ノックをしてしまえば芯がなくなるまでノックをせずに書き続けられるという機構でございます。一般的なシャーペンと違って書いてる時に常にこの金属パイプが紙と擦れながら書いていて、芯が減るのと一緒に金属のパイプも引っ込んでいくんですよね。でこの金属パイプは伸びようとする力が常に働いていて、パイプが伸びると同時に芯も一緒にニョキッと出てくるので、減った芯の分だけ芯が供給されるということで、芯がなくなるまで書き続けられるという仕組みとなっております。こちらのペンのおすすめポイントとしては、ロマンと実用性の両立ができるというところでございます。自動芯出し機構のペンってなんか自動運転の車みたいな感じですごいロマンがあるんですよね。それでいてこの筋肉質なめちゃくちゃかっこいいデザインでありながら低重心設計になっているので非常に書きやすいんですよね。一般的に自動芯出し機構のシャーペンって紙とパイプが摩擦するので引っかかりを感じやすいんですけれども、こちらのペンテルのオレンズネロに関しては摩擦を極力感じさせないようにパイプの先端を丸めたり、そういった工夫がすごいされているんですよね。なのでこのロマンある機構に実用性をしっかりと持たせられているっていうのが本当にねすごいなと思っております。軸は ABS 樹脂が使われているんですけれども、グリップには樹脂に鉄粉を混ぜた新素材が使われているので低重心設計にしているんですよね。重心バランスを整えるために新素材まで開発するっていうこのペンテルのね本気さも感じられる一本となっております。なのでここまでこだわったペンを3300円で買えるっていうのはある意味お手頃というか、なんかねペンテルマジですごいなと思いますね。でも一般的なシャーペンと比べるとどうしても先端の引っかかりは感じやすいシャーペンにはなるので、なるべく凹凸の少ないサラサラの紙で書くことをお勧めいたします。オレンズネロは 0.2mm、0.3mm、0.5mm の3種類がラインナップされているんですけれども、自分の持っているもので言うと 0.5mm が一番引っかかりが小さくて、お勧めできるんじゃないかなと思います。で細かく字を書きたいっていう方は結構ね 0.2mm お勧めですね。
初心者におすすめのシャーペン第6位はペンテルのグラフ1000でございます。お値段は1100円ですね。こちらは超定番の製図用シャーペンですね。文房具好きの人は誰もが知っているシャーペンなんじゃないかなと思います。こちらは1986年に発売された今年36年のロングセラーとなります。で、グラフ1000すごいのが累計で1000万本以上出荷したモンスターシャーペンなんですよね。グラフ1000はいろんなカラーがラインナップされているんですけれども、個人的には真っ黒に塗装されたこちらのグラフ1000 4 Proがおすすめですね。口金がマットブラックになっているので気が散りにくく、より勉強に打ち込むことができます。4 Pro という名の通りプロに向けたカラーリングとなっているので、ご自身の日々の勉強もちょっとねプロ意識が出るんじゃないかなと思います。こちらのペンのおすすめポイントとしてはロングボディで正確な筆記が可能ということです。一般的なペンと比べて全長がちょっとだけ長くなっているんですよね。短めなペンってすごいスラスラと書ける反面、勢い余りすぎて字が汚くなっちゃうってことがよくあるんですけれども、こちらは少し長めなペンになっているのでいい感じに制御できて綺麗な字が書けるんですよね。そういうことで正確さが必要になる製図という場面ではもちろんおすすめですし、ノートまとめの時とかもかなり綺麗な字でまとめることができるんじゃないかなと思います。グラフ1000は 0.3mm から 0.9mm まで5種類がラインナップされているんですけれども、個人的には 0.4mm がおすすめです。0.4mm ってなかなか見ない神経なんですけれども、なんかねすごくいいんですよね。折れにくいし、でも細かく書くことができるっていう感じで、ノートまとめからテストまで本当にね万能に使えるシャーペンなんですよね。もし神経で迷っている方は 0.4mm 選んでいただければと思います。初心者におすすめのシャーペン第5位はペンテルのグラフペンシル PG5 でございます。お値段は880円ですね。Amazon だと691円で売られてました。こちらのグラフペンシルは、1972年に発売されたペンテルのロングセラーシャーペンでございます。今年50周年の記念になるので、もしかしたら何か限定色とか出るんじゃないかなとか思ったりはしたんですけれども、ペンテルのケリーみたいにカラーバリエーションが豊富なわけでもないですし、このままひっそりと何もしないような気がするんですよね。そんな地味なペンっていうのもなんかすごい魅力的だなと思いますし、デザインを変えずに50年間も愛され続けるのには理由があるんですよね。それが超軽量で超書きやすいという点です。こちらのペンはわずか 9.6g となってるんですよね。軽すぎます。で、クリップ簡単に取り外すことができまして、取り外した時の重量が 8.5g となっております。もはや 0g ですね。本当にね、持ってる時に重さの感覚がほとんどないので、スラスラ書くことができます。プラスチックのグリップなんですけれども、ギザギザの加工が施されているので、こう見えて抜群のグリップ性能を発揮してくれています。なんというか指紋が引っかかるようなグリップ力を持ち合わせているので、いくら手汗をかいたとしても滑るってことはないんじゃないかなと思います。軽いペンって世の中たくさんあるんですけれども、こちらのペンのすごいところは軽いくせに作りがすごいしっかりとしているんですよね。こちらのペンの上部見ていきますと、少し独特な構造となっているんですよね。シャープ芯を補充する時もこの金属のパーツを回して取り外してからじゃないとキャップを取り外すことができません。補充する時は少しだけめんどくさい構造にはなっているんですけれども、その分部品がブレないようにガッチガチに固定させることができるんですよね。結構世の中にはキャップがカタカタと振動してしまうシャーペンが多いんですけれども、こちらはしっかりとネジで締め込むことによって書いてる時の引き振動っていうのも一切感じない、そんなシャーペンとなっております。少しねレトロだなっていう感じのデザインなんですけれども、学校でこれを使っている人を見たら、この人ね分かってるなと、そんな感じに思えるシャーペンだと思います。初心者におすすめのシャーペン第4位はステッドラーの92515でございます。先ほど登場した92525と92535を押しのいて、さらにおすすめできるのが92515でございます。こちらのペンのおすすめポイントとしては超軽量で超書きやすい
っていう点です。僕は今理系の大学生なんですけれども、大学受験の当日にこのペンで数学とか物理の問題を解いていた思い出があります。それほどね、スピード勝負の場面で超信頼して使っていたんですよね。軸は樹脂でグリップにエラストマーが使われているので、めちゃくちゃ軽いボディとなってるんですよね。エラストマーって何なのかというと、一言で言うとゴムと樹脂の中間の素材でございまして、すごく軽くてグリップ力もそこそこあるんですよね。で、このグリップちょっとだけ膨らんでいるので、握った時にすごい手にフィットします。がっしりと握ることができるので、本当に思いのままスラスラと書くことができるんですよね。このペンね、ちょっと注意してほしいのが、力を加えると軸がしなるっていうことですね。合成感はこのペンないに等しくて、例えば製図として使う人にはいまいちかなといった感じです。でもとにかく軽いので、殴り書きスタイルで本当にたくさん文字を書いて勉強する自分みたいな人にはかなりおすすめできるシャーペンだと考えております。超書きやすいシャーペンなんですけれども、このペンは超安いんですよね。定価が550円で Amazon だと363円で売っておりました。こちらのペン軽いのでガイドパイプもそんなに折れる心配もなくて、買ってから4年ぐらい今こちらのペン経ってるんですけれども、エラストマーグリップの劣化も今のところ全然ないので、安いんですけれどもかなり長く使えるっていう、この驚異的なコストパフォーマンスっていう点でもかなり強くお勧めしたいシャーペンかなと考えております。初心者におすすめのシャーペン第3位はペンテルのスマッシュでございます。お値段は1100円ですね。このペンはあまりにも有名なので持っている方すごい多いんじゃないかなと思います。このペンをきっかけに僕は文房具にはまりました。本当にね、このペンがなかったら多分文房具にはまってなかったんじゃないかなっていうほどすごいね、魅力的なシャーペンなんですよね。こちらのシャーペンは本当に武骨なデザインで全然着飾ったりしてないですよね。ペンテルのスマッシュは、さっき紹介したパーカーのジョッターみたいになんかすごい美しいなと思うようなデザインでは正直ないかもしれないんですけれども、この武骨さに全振りしたデザインっていうのがまた、すごいかっこいいなと思うんですよね。スマッシュはペンテルのグラフ線と兄弟的な位置づけとなってまして、よく比較されたりするんですよね。簡単に違いをご説明すると、スマッシュの方がボディが短くて取り回しがいいんですよね。で、2本とも金属の内側からラバーグリップがニョキッと出ているんですけれども、グラフ線よりもより出っ張りが大きいということで、かなりがっしりと握れるグリップとなっております。そういうこともあって製造するっていうよりかは一般筆記、つまり勉強するときは、グラフ線よりも正直スマッシュの方がガシガシ使えておすすめできるんじゃないかなと考えております。スピード勝負に向いてるモデルなので、ぜひテストとかでも使っていただければと思います。初心者におすすめのシャーペン第2位はカベコスペシャルでございます。お値段は5500円です。今回紹介する中で最も高いシャーペンとなっております。でもこちらのカベコスペシャルは中高生の間でもかなり人気のシャーペンなんですよね。僕も一昨年まではなんか意地を張ってかわかんないんですけど買わずにいたんですよね。でもこちらのペンを買って実際に手に持った瞬間にもっと早く出会っておけばよかったなっていうすごい人気の秘密が分かったんですよね。こちらのペンのおすすめポイントとしては、この持った瞬間に伝わる書きやすさでございます。カベコスペシャルはかなり薄いアルミボディが使われているので、見た目以上に軽いシャーペンとなっております。かなり軽いんですけれども、先端にはずっしりとした真鍮の口金が使われているので、低重心設計になっております。そういうこともあってかなり書きやすいですし、フルメタルボディの安定感もしっかりと感じられて、コツコツ感があって書くのが楽しいんですよね。それからシンプルだけど徹底的に作り込まれたデザインっていうのも魅力的だと思ってまして、こちらのペンはクリップがついてないんですよね。別売りで880円で販売されております。でもよくよく考えるとクリップって別になくてもいいっていう人の方が多いんじゃないかなと思うんですよね。クリップがないことでその分重心を低くできますし、書いてる時に邪魔にならないということで、実用性を考えて、あえてクリップをつけなかったんじゃないかなと考えております。それからキャップの部分には象眼といって、このカベコのロゴマークは別で作ってるんですけれども、それを後からはめ込むということでかなり立体感を感じられるんですよね。本当にこれよりも上の価格帯のメーカーでもここまでキャップにこだわってるメーカーって
ってなかなかないので、そういうデザインの作り込みという点でもこちらのペンはかなり評価できるんじゃないかなと考えております。かなり実用性も高くて、それでいて趣味性も高いということで、文房具にハマったばっかりの方でも本当に純粋に文房具を楽しめるんじゃないかなと思います。高額なシャーペンなんですけれども、愛着も湧いて勉強のモチベーションも上がると思うので、ビビッときた方はぜひポチッとしていただければと思います。たまにこうやって限定色も発売されるので、揃えるのもねすごい楽しいシャーペンですね。初心者におすすめの、シャーペン第1位はパイロットの S20 でございます。お値段が2200円ですね。こちらのペンは僕が心を込めておすすめしたいシャーペンとなっております。今回紹介してきたペンはどれもおすすめなんですけれども、正直なところどれを買おうか迷ったら S20 を買ってほしいなっていうほど僕はこのペンおすすめしたいなと思ってます。パイロットには S シリーズというシリーズがあります。S3、S5、S10、S20、S30、この5種類ですね。その中の S20 は木軸の製図用ペンとなっております。本当にね、万人におすすめできるシャーペンなんですよね。おすすめできるポイントとしては、書きやすい、書き心地が最高、それから木軸だから愛着が湧く、この3点かなと思います。こちらのシャーペンはとにかく作りがしっかりとしているんですよね。表面は木なんですけれども、グリップの内側は真鍮のパイプが通っていたりして、すごいガッチガチな作りになっております。しっかりと中に金属のパーツが通っているので、非常にしっかりとした書き心地を楽しめて、低重心になっているので、すごい書きやすいシャーペンとなっております。これぐらいクオリティの高い木軸のペンを探そうとなると、4000円から5000円以上するイメージが僕の中にあるんですけれども、このペンは2000円台で買うことができるということで、かなりありがたい貴重な存在なんじゃないかなと考えております。どうして木軸ペンがいいのかというと、すごいね愛着が湧くからなんですよね。温かみがあるデザインっていうのももちろんいいところなんですけれども、革製品同様使い込むことで艶が出たり深い色に変化したりしてすごい味が出てきます。たくさん新しいペンを買って喜びを満たすっていうよりかは、この一本のペンを使い込むことで喜びを得ることができるので、すごいね愛着が湧くんですよね。せっかく勉強をするならすごい気に入ったペンで楽しく勉強してほしいっていう思いで僕は YouTube で発信しているので、勉強のモチベーションを少しでも上げたいっていう方はぜひこのペン手に取っていただきたいなと思います。ただご注意いただきたいのが、先端のガイドパイプがすごい折れやすいっていうことですね。頻繁にシャーペンを落とす方とか、あと雑にシャーペンを扱うっていう方にはちょっと不向きかなと思います。なのでぜひ買った際は大切にね使っていただきたいなと思います。ちょっと余談なんですけれども、こちらの S20 の兄弟版としてパイロットのレグノっていうモデルがあるんですよね。S20 と内部の機構はほとんど同じで、ほとんどのパーツに互換性があります。なので書き心地とかすごいベースとなるところはかなり似ているんですよね。こちらも結構おすすめです。すごい大人なデザインで長く使っていけると思いますし、ガイドパイプが折れるっていうこともないので、そちらもね、おすすめしたいなと思います。一応レグノを購入できるリンクも動画説明欄に貼っておきますね。ということで今回は10本のシャーペンを紹介してきました。最後に高評価か低評価どっちでもいいのでポチッと押してくださると嬉しいです。では最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。